でも僕らも久しぶりですよね。3年ぶりですよ。はい、そうですね。これを作ってやっぱりこれからですよね。ウイスキー解析とかなんとかが生まれてきたのは、はいはい。まあ私たちも知り合った当時っていうのはウイスキーっていうのはこうダウントレンドの真っ只中でもどうしたらまたウイスキーをお客さんに興味関心持ってもらえるかって悩んでる中でもって一つはこう食べ物と料理と合わせられるウイスキーってなんだっていうのはずっとこう考えてましたしね、それは橋本さんにはいろんなこう教えを受けたというか、もう驚きの連続でしたけど。僕は小清水さんが殿堂入りされた時に何をお祝いしていいのかなっていろいろ考えて、それでウイスキー解析を考えたんです、はい、で小清水さんが白州だから山崎それぞれにヘビーピーテッドとかシェリーカスク水ならいろんなの作ってられると。で白州でもそうだと。でそれは僕らが京都という食材に恵まれた場所で京解析をやるというのと、同じことが可能なぐらいの食材の代理をするウイスキーを小清水さんが作ったと。すると小清水さんっていうのを何かを取り出してやるんじゃなしに、やっぱり響も取り出してで山崎のなんとかも取り出して、それをやりながら解析をしていって、僕の作る京解析とウイスキーだけでできるウイスキー解析をコラボレーションする。で一番最初お祝いでやって、喧嘩してもいいなと思ってやったのがこれにホットウイスキーというか3月でしたので、ちょっとあったかいウイスキーを出そうというので、実はこれに出汁を入れたんですけれど、日本の出汁と小清水さんの作られたウイスキー、日本のウイスキーが喧嘩せえへんやろと思ってやって、でもウイスキーに出汁入れて何事やって怒られたらもうそこまでやなと思ってやったら喜んでくださって、本当に驚きでしたよね。ありがとうございました。だから橋本さんがこう、伝統的な京料理にウイスキーを合わせるんだという時に、普通の人の考え方っていうのは、これは水割りで合わせようとかハイボールがいいねとか、それともウイスキーのブランドをこれは響きがいいとか、こうシングルモルトでいってみようかとか、それを変えながら既存の飲み方でもって合わせるっていうのがこれが普通だと思っていたらば、全然違うアプローチというか、ウイスキーそのものに手を加えるとはまさか思ってもなかったです全然それ分からへんなんですけど、最初からウイスキーをいじりたいという思いがあったんですよね。今世界的にこうなんていうんですか、カクテルっていうか今ミクソロジーっていう言い方をして、いろんなこう素材とウイスキーを合わせて一つの味わいを作ると。でも考えてみたら、出汁を入れるとかわさびを入れるっていうのもありましたよね。わさび一つのミクソロジーっていうか最先端の今のバーの世界でもあったと。逆に後から勉強しました。それは僕らそういうの全然知らずに、だから思いついて考えてやってたんですけど、それほど小清水さんの仕事がカラフルやったんですよ、僕にとっては。だから市場行って魚見んのと、今日どの魚使おうかなっていうの、でどの野菜使うたろうかと、旬ってやっぱり野菜がいろいろ出てくるわけじゃないですか。そのどれを使うてやろうかっていうのを考えるのと同じ考え方で小清水さんはウイスキーを用意しててくれたんですよ。でそういうウイスキーを用意してくれてる小清水さんの仕事の良さは、ウイスキーをいじった方がいいかなといや、ウイスキーってこう長いダウントレンドの時代っていうのは、結局ブレンデッドウイスキーが主力の時代でしたけど、
あれはブレンダーがこういろんな原酒をこう混ぜて出来上がったものをお客さんにこう飲んでいただく。でその過程でもってブレンダーがこうすごいピートの効いた原酒をこれぐらい加えてとか、シェリーの特徴の原酒をこれぐらい加えてっていうか、こう素材っていうものは全くお客さんに見せないまんま、合わせたもんだけを見ていただいた。で結局僕らもいろいろ考えて、この素材の面白さっていうのをもっともっと多くのお客さんに知ってもらいたいってなこともあって、かなりいろんなこうモルトでも、品質のバリエーションのものを次々と世の中に出したと。僕ね、そんな時代でした。あれってほんまの意味でかっこええってあれやったと思うんですよ。っていうのは自分がどう作るか、ブレンダーがね、一生懸命作るんですけれど、もう一つ大きいブレンダーって今おっしゃった仕事やと思うんですよ。でそれに気づかれた小清水さんもすごいし、ないしはそれをやれるぐらいもうすでに設計図を渡して工場か蒸留所で仕込んでいたという、それがねやっぱりチームワークというか連携でその連携の良さを生かした、その結果がジャパニーズウイスキーという、知恵を切り出したんやと思いますけどね。ジャパニーズウイスキーのこう特徴っていうか、日本のウイスキー作りの特徴の一つは、一つの蒸留所が何しろいろんな原酒の作り分けをすると、これが世界的にあんまりないことでっていうか、だから山崎の蒸留所でも、私が現役の時でもこう少なくとも40種類ぐらいは違うものを、できればもう60種類ぐらいとかね、それぐらいのこうキャラクターの違うものを作ってくれたということを要求してましたから、そういう作り分けがそういった商品にこう結びついた。これも一つ日本ならではかもしれません。料理人ですよね、逆に言うたらブレンダーって。ある意味そうかもしれません。確かに僕らも魚を取るわけでも野菜を育てるわけでもないけれど、やっぱりそれをブレンドしていくわけですよね。だから僕は最初から小清水さんは料理人やと思ったんですよ。それで生意気やったんですけどね、ほんまに今から思えば小清水さんも料理人やからみんなでやろうや言ってこの地下で焼き鳥をやったり何やかんやという人見知り会というのをやって、でそのたんびにその料理に合うようなウイスキーをぶら下げてきてくるありがとうございます。だから第1回目としては非常にいいスタートを切れたようなありがとうございます。とんでもないです。はい。